マヤマニアック講座ダイレクト X11 シェーダーを作ろう第11回。みんなは転職ってしたことがあるかしら？何回も言ってるけど、ゲーム業界は転職してなんぼなところがあるので、こういうことを知っておいて損はないのだ。ウプ主は結構断定的に意見を言っちゃうから、必ずしもそんなことはない程度に聞いてほしいって言っていたわ。まず転職の仕方なんだけど、30歳以下ぐらいの人は転職エージェントとか利用するのはありかなって思うのだ。転職エージェントの強みって若手だとまだ知らない業界情報が知れることだったり、あと若手って基本毎日勉強で頭いっぱいなので、複数企業の面接スケジュールとか内定のタイミング調整とかする余裕がないので、それを代わりにしてくれるっていうことがあると思うわ。次に30歳以上の転職なんだけど、これはちょっと状況が変わるのだ。何が違うって、やっぱり何より転職する人の希望年収が上がってくることとかがとっても大きいの。例えば転職エージェントを推すブログで、管理職クラスの求人はほとんど非公開求人なので、中高年の転職こそ転職エージェントが最適っていう文言をよく見るのだ。でもね、ぶっちゃけ公開求人だろうと非公開求人だろうと、企業側としては優秀な人ならほぼオープンポジションでの採用に切り替えるのは当たり前なので、別に非公開求人じゃないとハイクラス転職ができないなんてことは絶対ないわ。むしろ転職エージェント経由だと、企業側が年収の2割から3割の成功報酬を支払わないといけないので、ハイクラス転職ほど転職エージェントのコストはインパクトが強いのだ。例えば年収600万円で採用すると、企業側はその3割の180万円を転職エージェントに支払わないといけない計算ね。逆に30歳未満の若手だと年収300万円くらいと考えると、成功報酬は90万円ってことになるから、企業側としても多少のポテンシャル採用だとしても支払う抵抗が少ないのよね。もちろん普通に優秀な人材なら180万円程度の支出とかあんま企業は気にしないけど、これはよほど企業に刺さるスキルとか経歴が前提なので、ごく一部の人かなって感じなのだ。あと転職サイトやダイレクトスカウトサイトとかは料金体系がいろいろで、高めの月額制で成功報酬がないものや、月額料金は安いけど3割くらい普通に成功報酬を支払うものとかいろいろあるわね。ただダイレクトスカウトサイトは基本企業側が直接人材に声をかける形なので、転職サイトや転職エージェントより成功報酬は安い傾向にあるわね。ハイクラス転職はよほど輝かしい経歴がない限り、直接応募かダイレクトスカウトがおすすめなのだ。ウプ主はエージェント経由では全て書類選考落ちになったのに、ダイレクトスカウトと直接応募は全て書類選考を取ったっていう悲しい経験があるのだ。ついでに言うと、転職エージェントで応募して即日書類選考落選した企業に試しに直接応募したら普通に面接に行っちゃうこともあるのよね。通常転職エージェント経由だろうと直接応募だろうと、特にデザイナーみたいな技術職の採用は人事部で判断できないから、現場にハーモスとかで確認依頼が行くんだけど、現場は忙しいのでどんなヤバい人でも即日判断なんて無理なのよね。ウプ主もいつも確認依頼から採用可否判断連絡までは3日以上は急いでもかかるって言っていたわ。これは転職エージェント内で社内選考ってやつが行われてる可能性が高いってことなのだ。転職エージェントも企業に何でもかんでも選考書類を送ってると、企業側からしたら優秀な人材を選り分けて紹介してもらうために頼んでるのに、それじゃあ意味ないなってなっちゃって、求人を回してくれなくなっちゃうので、しょうがない部分もあるのだ。ただムカつくのは、正直に応募した人に言えばいいのに、あたかも企業側の選考の結果っていう言葉を使うのは仕事としておかしいと思うのだ。後話は変わるけど、会社は内定が出るまで絶対に辞めちゃダメよ。特に最近ゲーム業界は厳しいので、就活が長引く可能性があるので、もし難航して離職期間が長くなれば、それだけ採用側は計画性がない人って判断するわ。他にも就活が難航している時に貯金が減っていく時が気じゃなくなるので、焦ってヤバい内定を受諾しちゃうってケースがあるあるなので、これも注意なのだ。そして転職活動をしていることは、管理職なら 1.5 ヶ月、平社員なら1ヶ月くらい前になるまで絶対同僚に言わないことをおすすめするわ。社内政治を網羅していて、言う相手を選べるなら話は別だけど、自信がないなら足を引っ張られる可能性があるので、やめておいた方がいいわ。もし今いる会社に4年いたなら20日ぐらいの有給、つまり丸々1ヶ月休める分ぐらい有給が溜まっていることもゲーム業界だとあるあるなのだ。このことが心配で早めに相談しちゃうケースがあったりするけど、基本会社は従業員の有給を拒めないし、時期変更権も退職までの期間が決まっていて調整不可能な場合は、法律的には企業は退職までの有給消化を拒むことはできないのだ。長くなっちゃったけど、この手の情報は気持ち悪いぐらいネットの情報が偏っているので、ウプ主はたくさんの転職経験と採用経験で感じたことをどっかで言っておきたいって言ってたわ。
今回はみんながきっと興味のあるアウトラインについて解説するわ。アウトラインについては結構詰め込むので頑張ってついてきてほしいのだ。それじゃあ GUI から準備しましょう。アウトラインのオンオフを切り替えるチェックボックス、アウトラインの色を決めるカラーピッカー、アウトラインの幅を調整するスライダーを追加していくわ。 UI グループはアウトラインに関してはアウトラインとして今までのシェーディングのグループから分けてあげましょうね。ここまで全部見てきた人は説明いらずで何をやってるかわかると思うから今回は細かく説明しないのだ。さて、そしたらまずアウトラインの仕組みについて説明しましょう。アウトラインは大まかに分けて背面法とコストエフェクトの2種類があるけど、今回はコストエフェクトを使えないから当然背面法ね。背面法はメッシュをシェーダー内部で複製してから頂点放線方向に少し膨らましてケースを反転させることでアウトラインっぽく見せる手法なのだ。メッシュの両側2回するから当然処理的には重いけど今やアウトラインは当たり前の技術なので上手に使っていくのだ。要はアウトライン用のメッシュをもう一つ用意するということだけど、そのため頂点シェーダーとピクセルシェーダーは専用にもう一式いることになるわね。そして以前話した通りマルチパスになるのでテクニックとパスももう一式用意してあげるのだ。処理が重いと言われるゆえんはここにあるのだ。アウトライン用の頂点シェーダー VS アウトラインが今回の肝ね。変数ワールドポジションだけど変換行列 GWVP ではなく変換行列 GW で掛け算をしているのに気をつけてね。今回はワールド空間で処理してから後から残りの変換行列 GVP で座標変換する順番になるわ。if 文はアウトラインのチェックボックスがオンの場合に実行することを意味しているのだ。まずはワールド空間上で頂点座標を押し出す方向が頂点放線方向なんだけど、この頂点放線にアウトラインの幅のパラメータ値を掛け算することでアウトラインの幅を調整しているのだ。そして頂点座標に掛け算してスケールのかかった頂点本線を足してあげることでメッシュを膨らますことができるわ。アウトライン用の頂点シェーダーでは出力用の構造体に渡す H ポズにはこうして膨らませた頂点座標を入れてあげることになるのだ。アウトピリオド H ポズにワールドポジションを渡すときは座標変換に注意するのだ。さっきワールドポジションは変換行列 GW を乗算しただけでビュー変換とプロジェクション変換が足りてないので変換行列 GVP で座標変換をしてあげる感じね。ちなみにさっき使った GW のセマンティックはワールド GVP はビュープロジェクションで最初の変換行列宣言のところに追加しておくのだ。変換行列はたくさんあるけど基本頭文字を覚えておけば結構対応できるのでワールドビュープロジェクションっていう順番だけは必ず覚えておいてなのだ。そして次はアウトライン用のピクセルシェーダーだけど、これは今回はアウトライン用のメッシュにカラーピッカーで指定した単色で塗りつぶすだけなのでかなりシンプルね。これは特に説明はいらないのだ。さて、以前ラスタライザーの定義をしたと思うけどそれはバックフェイスカリングのためのものだったんだけど、今回のアウトライン用メッシュについてはフェースを反転させる必要があるのでカルバックという逆のラスタライザーステートも定義しているわ。テクニックの中を見るとわかると思うけどパスが2つになっていて T0 がトゥーンシェーダー用で T1 がアウトライン用になってるのだ。ラスタライザーの指定はトゥーンシェーダーの方がカルフロント、アウトラインシェーダーの方はカルバックを指定してあげる必要があるのだ。またセットバーテックスシェーダーとセットピクセルシェーダーの中ではそれぞれにトゥーンシェーダーの意識とアウトラインシェーダーの意識を指定することも忘れないでね。これでシンプルなアウトラインの実装は完了なのだ。マヤでアウトラインにドスやカラーピッカーでアウトラインが変化することが確認できたかしら。今後はマスクテクスチャーでアウトラインの入り抜き表現をしたりシェーディング側の色を拾った色トレスをしたりアウトラインのカラーをテクスチャーで指定したりできるようにしていくのだ。でもここまでついてきた人ならここまでの話の延長線の内容なのでそんなに難しくないので安心してほしいのだ。ということで今回はここまでね。次回の動画で会いましょう。まったねー。